2月の生活費。今回は2022年2月の生活費をまとめましたのでお伝えしようと思います。私は生活費約6万5千円で暮らしているアラフォー独身一人暮らしです。ゲーム感覚で節約することによっていざという時の大きなお金が動かせるようにしています。家計簿の管理にはレシーカというアプリを使っています。一件レシートを登録することに T ポイントが貯まるアプリです。レシートアプリは大体がそうなのですが、レシートを撮影するだけで大体の文字認識をしてくれるので助かっています。たまに品名が間違っていますが、自分がわかればいいのであまり気にしていません。基本生活費の内訳。家賃約3万9千円、教育費、水道代、ネット代、火災保険込み、光熱費、電気代4028円、ガス代1638円。電気ガス代はクレジットカード払いのため12月の請求分です。電気代は冬のため暖房代でエアコンがプラスされた分で4000円前後。水道代は固定で家賃見込みですのでカウントせず。ガス代は冬でも湯船をためずシャワーだけなので1600円台で済んでしまいました。リンスインシャンプーで洗髪を1回にしているのも安く済んだ大きな理由の一つだと思います。3点ユニットで狭く、冬の間は入浴時だけ換気扇を止めているのであまり温度を上げなくても寒くなく入ることができています。今後供給が不安定になってエネルギー単価がさらに上がっていくと思いますが、この使い方を習慣にしていればあまり動じずに済むと思っています。携帯代293円。1月より日本通信の合理的みんなのプランというものに乗り換えました。基本料金が 1GB 付き税込み290円。驚きのお値段です。通話料は30両11円ではあるものの、めったに通話はしませんし、通話しても9割が LINE 通話です。また本当に電話する頻度が高い場合は定額通話プランもありますので、固定費圧縮を検討されている方にはぜひ候補に取り上げていただきたいです。食費1万1932円。今月は米10キロを買いましたが1万2000円までで済んでしまいました。他のまとめ買い動画でも上げている通り、まとめ買い中心で、あとは生鮮品を若干買い足すサイクルにしています。買い物で気をつけていることは、食べもしないものを買わない。加工品はなるべくメインにせずサブ程度にしておく。調味料は1回使い切りのものはめったに買わない。基本調味料だけにする。調味料は粉末、液体ともいつも使うものを決めてそれをリピート買いすること。お試しは使い切る量だけに留めておき、安いからといって知らないものをまとめ買いしない。一番気をつけていることは、何よりコンビニ食で済ませようとしないことです。私は1日あたり計算してみると300円台で食費を済ませているので、コンビニでお弁当を買うと軽く1日以上分はかかってしまう計算になります。これから原材料の値上がりとともにサプライチェーンの絡みで輸送費なども乗っかり、加工費、出来合いのものの売り出し価格はますます高くなりますから、原材料から低コストの料理が作れるように普段から練習しておくのが身のためだと考えています。日用品1497円。この内訳はビニール袋やリボベジを作る時のトレー、そしてキッチンペーパー、ゴミ袋などです。リボベジは順調に葉が伸びてきました。トレーに入れて周辺環境を整え、ひとまず収穫できるようになるまで頑張ってお世話します。キッチンペーパーもゴミ袋も数ヶ月に1回ペースでの購入なので、来月の日用品費はもう少し安く済むと思います。美容費1410円。ヘアカット代、メイク落とし代。5年ほど前から2ブロックから上半分だけを伸ばし続け、現在は一見セミロングで下半分は実は刈り上げという髪型で過ごしています。下が刈り上げだと一つにくくるときにポイントが定まり、横から見た時のバランスをあまり気にしなくてよく、洗髪も楽なので今後もこのまま行こうと思っています。この 2,3 年は刈り上げ部分をセルフメンテナンスしているのですが、さすがに上半分の毛先が伸びてきたので1300円でカットしてくれるところに行きました。次に行くのは夏になってからだと思います。そしてメイク関連はメイク落としだけでした。後ほど説明しますが、化粧品は年に 1,2 回だけ。
入れ替えのために購入するのみです。医療費1920円、薬代1330円、診療費590円、過敏性腸症候群の通院にかかった費用です。おかげさまでいただいた薬が効いてきて、もう間隔を空けていいよとのことでしたので、今月が一旦最終となると思います。サブスク YouTube プレミアム1180円。ここに国民健康保険がプラスされます。 YouTube プレミアムは情報収集に欠かせず、広告があるとスキップするための操作もなかなかの時間ロスになるので、しばらく課金し続けています。ここまでで66,058円でした。冬ということで暖房のために電気代が4000円台に、また医療費もかかったので65,000円をわずかに超えましたが、来月からはエアコンが消費する電力もあまりかからなくなり、病院通いもしばらくお休みなので余裕で65,000円切れると思います。今月の特別費では、生活費とは別で計算している特別費です。凝固剤4465円、災害用の非常トイレに使う分の補修、ブリタカートリッジ4個で2800円、日頃から水道水に使っています。ポータブル電源192,000mAh、614Wh、65,891円、主に低レンジの調理などに使う。ソーラーパネル 120W13,990円、ポータブル電源の充電に使う。ただしサブ的に防災対策のためにやや多めに投資をしました。これらさえあればとは思いませんが、防災グッズは室内が無事であることが前提ではありますが、平時と近い生活をやりくりできるように食品ストックと並行して少しずつ揃えています。SIM 乗り換えの契約事務手数料3,300円。これは乗り換えの時だけに発生する金額ですから当然特別費です。それにしてもお気軽にあちこちの通信会社を渡り歩けるとは一昔前には考えられないことでしたね。これで特別費の合計は94,446円です。10万近い出費ですが、自分へのご褒美ではなく必ず使うもので、パーッと使う浪費ではありません。買わなかったもの、今月買わなかったものは洋服と化粧品です。洋服は素材が気に入っているものを色違いで着ていて、特に出かけることも人に会うこともないので問題なく過ごせています。とりあえず今冬はパーカーとスカート、下に着るカットソーを3組揃え、それだけで回しました。もう少し暖かくなり春夏物と入れ替える時に今年着るには気が進まないと感じられたものがあれば、そのタイミングで買い替えるかもしれません。いわゆる私服の制服化です。毎日同じ人に会い続けるような生活スタイルではないので、同じ組み合わせをしていても気づかれにくいと思います。いつも違う自分を見てほしいという承認欲求は卒業できたので、とにかく自分の快適さを優先しています。化粧品は半年に1回くらいしか買わなくて、それもファンデーションだけだったり化粧水だけだったり、月にいくらも使いません。アイシャドウなどのポイントメイクはメルカリで新古品を買ったり、またダイソーのアイシャドウは発色も良く色の揃えもいいので、それをたまに購入することもあります。つけてしまえばブランドはバレるはずがないので、必要なタイミングで必要な色、質感のものを安く手に入れ、色合いや塗り方は美容 YouTuber さんの動画などを参考にしています。メイクのトレンドは最低限追いかけることにし、古臭さや貧乏臭さが出ないように気をつけています。ノーマネーデー、週の中でちょくちょくノーマネーデーがあります。今月は真冬で特に寒かったのもありますが、月の前半にまとめ買いをしていることもあり、本当に用事がある時以外は家から出なかったので、外出しない日は財布を開きませんでした。昔でしたら外に出なかった、損したとそわそわしたものですが、今は財布を開かなかった日が1日でも増えることが嬉しいです。2月のまとめ、これからは身の回りのものがますます値上がりし、不安になる局面が多くなるかと思います。すでに電力会社からは4月より値上げのお達しが来ております。しかし自分にとっての必要最低限とは何なのかを見つめ直す良い機会だと考えています。当たり前に買っていたこれは本当に必要だったのか、引き続き自分に問いかけていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ
高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。